こんばんは、はるげです。今回はフットバースデーチーム2のテアリストになります。チーム1同様、チーム2もですね、かなり豪華になってるんじゃないかなというふうには思います。でその中で、今回もですね、ランク分けをした、テアリストにまとめたので、紹介をしていきたいなというふうに思います。それでは、早速紹介をしていきます。こちらがフットバースデーチーム2の、ティアリストになります。D は、誰もいないというふうなことで、C ですね。C はケア、そしてオナナ、この2人を入れました。ケアに関しては、個人的に、ペースもね、速くなったというか、高く、なってはいるんですけど、どうしてもそこが物足りなさっていうのは、現環境では出てきてしまう。やっぱ追いつかないっていう風なことは、あるのかなという風には感じます。守備面自体は結構高くて、いいんですけど、やっぱ加速の部分だったりとかが、低くて、なかなかちょっと置いていかれることが、多くなるんじゃないかなという風には感じます。フィジカルもね、非常に高くていいんですけど、ちょっとペースっていうのは非常に大事なポイント、センターバックとしては大事にはなってくるので、ちょっと C に入れました。逆足3っていうのも、少しスキルの方がね、5になって、ほんとちょっとイエライタイプですね。ちょっとケアがイエライみたいな立ち位置になってしまったかなという風な、感じですね。で、そして、オナナですね、オナナ。個人的にキーパーに関しては毎回ですけど、やっぱ、結構フィールドの中で、っていうか11人の中では、一番、こう、なんですかね、強さが変動するじゃないですけど、こう、試合によって強さが変わるような、選手というか、ポジションにはなってるので、なかなか評価っていうのが難しいんですけど、個人的にですけど、やっぱポジショニングの部分が、低い、能力的に低いと、あんまり自分的にはいい印象は、ないので、ちょっと、いつもはね、B でね、やってるんですけど、今回はちょっとオナナは C に、しました。能力的にもそこまで高くは、なくて、その中でポジショニングが一番低かったりはするので、個人的にはキーパー、セリエだったら、メニャンの方が、いいのかなというふうに、現時点では、思います。逆足がね、逆足スキルが、5っていう風なことで、55なんで、オナナの55っていう、そういう面白さみたいなのは、あるんですけど、実際キーパーとして止めてくれるかって言われると、ちょっと不安な、ところではありますし、個人的に自分は、メニャンでいいのかな、十分かなっていう風には、感じます。で、そして B ですね。B は目標できたインカピエ、そしてアレックス・テレス、この2人ですね。目標のインカピエに関しては、もともと、こう、ワールドカップへの道、紫のカードで、来てたんですけど、その時もそんなには悪くは、なかった、選手で、スピードがまず、あるっていうのが、素晴らしいかなっていう風なところと、あとは左利きっていう風なことで、比較的、やっぱこう、LCB も任せれるような、選手には、なってます。ですけど、その中で、やっぱ、リアクションだったりとかが、ちょっと低かったり、しますし、あとは積極性ですね。積極性の部分が、やっぱセンターバックとしては、ちょっと低い、っていう風な部分もあるので、やっぱなかなかこう、足出してくれへんのかいっていう風な、場面は、絶対出てくるかなっていう風にも思ったので、そこぐらいですかね。結構目標の選手としては、結構かなり使えるような選手には、なってるので、無課金の方だったりとか、初心者の方だったりとかは、取るべき選手かなっていうふうには思うんですけど、ずっとね、今作最初からやってる人からすると、これよりいい選手、いいセンターバックっていうのは、いるよねっていう風な感じの選手にはなります。いい意味でかというか、その、可もなく不可もなくっていう風な、レベルの選手、にはなるのかなという風な形ですね。でそしてアレックス・テレスですね、アレックス・テレス。テレスに関してはやっぱフィジカル面がそこまで強くはないっていう風なところで、ちょっとこう、ジンチェンコっぽい、チーム1でいうジンチェンコ、同じ左サイドバックですし、ちょっとそういう風な、似ているような、感じにはなるのかなという風に感じます。で、その中でやっぱジンチェンコとは何が違うかっていうところで言うと、パスですね。逆足が、テレスの場合は3ですし、
まあそこの部分がやっぱジンチェンコだったりとかとは違う部分なのかなっていう風には感じます。まあトリカンとかそういう風なこうフィジカルの強さでっていう風なところは多分同じような、形ではあるんですけど、やっぱそこのビルドアップ面でこう逆足出した時っていうのはどうしてもまあずれてしまうことが多いのかなという風には感じますね。うん。あとは冷静さも84とそこまで低くはないんですけど、まあ特段高くもないっていう風な、ところで、まあこの人もそれこそ全然悪くはない。うん、全然使えるような選手ではあると思いますし、能力も高いんですけど、まあ正直 A にはいかないかなっていう風な、ところですね。で、そして A と B の間に入れたのがフンメルス、そしてエルシャーラウィ、この2人になります。まあ、フンメルスに関しては、かなりね、リーグの時には、まあ、ペースがどうなるかっていう風なところでは話はしていたんですけど、まあ、84ですか。結構上がったなっていう風に思います。80とかぐらいでとどまるんちゃうかなっていう風にも、まあ、思ってたんで、結構84まで上がってくれたっていうのは、まあ、予想外で嬉しい驚きかなっていう風に思います。で、加速タイプもね、まあ、長いっていう風なこともありますし、まあ、特段こう加速の速度っていうのも、まあ、めっちゃ遅いっていう風な、ことではないので、全然やれるんじゃないかなっていう風に感じます。遅さっていうのは、まあ、絶対あるんですけど、まあ、そんなに思ったよりは、遅くはないんじゃないかなという風には感じます。で、かつね、守備の部分でも、まあ、この人もね、少しね、こう、積極性っていうのが低いので、まあ、ちょっとそこは気にはなるんですけど、まあ、それでも本当にリアクションだったり、冷静度高くて、守備面もね、全部、90、能力超えてるので、まあ、比較的、いいんじゃないかなっていう風に感じます。こう、使えるようになった。フンメルスが使えるようになってるっていう風に、まあ、思う方、多いんじゃないかなっていう風に、感じます。まあ、エムレジャンとどうかっていうところでいくとね、まあ、ペースはもちろんエムレジャンなんですけど、守備面は全然負けてない。フンメルスの方が強いっていう風な形にはなるという風に思うので、まあ、全然、自分的には、そうですね、A まではいかないですけど、まあ、ここの間、には入ってもいいぐらい、まあ、B よりは、全然強いかなっていう風な、評価に、なります。で、そしてエルシャーラウィですね、エルシャーラウィ。まあ、エルシャーラウィはね、めっちゃね、惜しいんですよね。まあ、スキルが5にね、変わったっていう風なところは非常に良くて、もともとドリブラーっていう風な感じの選手ではあるので、まあ、そこでスキルが5になったのはいいんですけど、逆足さんがね、ちょっと、厳しいかなっていう風に、感じます。あとはまあシュートとかですかね。そこら辺ももうちょっとあればなっていう風、能力的にもうちょっとあればなっていう風には、まあ思いますね。まあですけど気になるところは正直そこぐらいですかね。逆足と、あとはシュートの部分も強いて言えばもうちょっとあればもうちょっとあればよかったなっていう風な、部分で、結構ね、サイドとかだったらめちゃくちゃ使えると思います。めっちゃコスパいいという風に思うので、もともと本当にドリブル持ちやすいようなタイプなんで、まあスピードで抜くのもいいと思いますし、スキルでね、かわすっていうのも全然いいと思います。まあ、その中でね、あと気になるところ、あと役割意識ですね。ミディミディ、普通っていうのは気にはなるっていう風な部分で、本当に惜しかった。結構ね、この人は本当に、使い勝手がいいような選手にはなるので、まあ、もうちょっと強くあってほしかったなっていうようなところではあるんですけど、まあ、個人的に、まあ、B よりは、上にはなるんじゃないかなというふうには感じますね。で、そして、アントニーですね。A にはアントニー、そしてベルナー、この2人を入れました。まあ、アントニーに関しては、逆足が5に変更されたことによって、もともとスキル5で、55になりました。まあ、ですけど、55っていうのは非常に素晴らしいです。55っていうのは、やっぱ、なかなか数少ないですし、非常に素晴らしいところでは、あるんですけど、能力的にはそこまで足りてはないですね。まあ、リアクション冷静さも、ちょっと低いような選手にはなりますし、シュートの部分でもそこまで高くはない、っていう風な感じになります。まあ、100万値段超えてるような選手では、あるんですけど、まあ、ペースの速さ、そしてケミストリーの良さ、そしてドリブルの使用感の良さだったりとか、そういう風なんで、
100万いってるのかなっていう風に自分は、感じます。正直 S に上げるほどの選手ではないかなっていう風にも、感じるんですけど、やっぱり55は偉大かつやっぱアントニーのドリブル感っていうのはめちゃくちゃ本当に金だったり OTW の頃から、かなり使用感良かったので、そこの部分で、非常にアドバンテージっていうのはあるのかなっていう風に思います。なんでこの人も55にはなって、もちろん中央とかでね使いたい人もいるとは思うんですけど、どちらかというとやっぱサイドで突破をしていくっていう風な、とこで、非常に良さっていうのは生きるのかなっていう風に感じます。冷静さリアクションとかもっと、高ければ、本当に化け物になったかなっていう風には、感じます。でそしてベルナーですね。ベルナーに関しても、逆足が5でスキルが4という風な形になりました。逆だったらねもっと良かったんですけどね、スキルが5のベルナーはやっぱり見れずという風な結果になりました。やっぱり逆5かっていう風な感じなんですけど、スキル5になってほしかったなという風な思いも、ありつつ、この人も、全然こう使えるような選手にはなりました。ドリブル自体はやっぱりどうしてもこう重たさというか、そこまでこうめちゃくちゃ使いやすいっていう風な、ドリブルのこうなんですかね、こう軽さっていうのはないんですけど、スピードもあるので比較的こう裏抜けをしながらこう突破していくっていう風な、選手にはなりますね。あとは決定力85ではあるんですけど、シュート力がね92あったりとか、レースも比較的まだあるので、シュートに関してはある程度は、決めてくれるんじゃないかなという風に、感じます。S の選手としてちょっとパスはそこまでうまくは、ない、特にスルーパスですね。スルーパスとかはそこまでうまくはないので、そこのパスに関しては、少し、ずれてしまうという風なちょっとお茶目な一面も、あるなという風に、感じます。それでも総じて、本当にベルナーも使えるような選手には、なったかなという風に、感じますね。でそして S と A の間にいるのが、ブルーのギマランイスですね。ブルーのギマランイス。ギマランイスに関しては非常に PTC の頃から、使いやすいという風に、感じる方が多かった、選手ではあります。この人はねスキルが5になったっていう風なところをどう捉えるかですね。中盤の選手として個人的にはですけど逆足が5の方がいいので、そこはちょっと残念ではあったんですけど、逆足さんでもねこの人の場合はねパスがめっちゃうまいのでそんなにはずれないです。たまにちょっとずれるっていうようなぐらいなんですけど、なんでそこまでこう逆足さんっていうのはパス面がめっちゃうまいので、なんかあんまりこう自分の中ではマイナス点では、ないですね。個人的にはペースがもっとあれば良かったかなっていう風な、ところですね。ペースが83なので、少し全然遅くはないですし使えるようなレベルではあるんですけど、もうちょっとあってほしかったっていう風な、ところ、もうちょっとあれば自分は、S に上げても全然良かったかなっていう風には、感じます。ですけど、普通に A 評価よりかは高いっていう風な感じになりますし、明らかにこうメタ選手の一人では、あるので、個人的にはかなりこう強いような、選手として、またこう評価されたなという風な感じですね。でそして最後です。S ですね。ビニシウス、そして SBC できたエンクンク、この2人を入れました。ビニに関しては言わずもがなですね。TOTY の特別賞の時というか TOTY 特別賞でも、現環境、最高のウインガーかなという風に感じます。でその中から、総合値プラス1、されて、さらに逆足も5に、変わって5-5になってるという風なところが化け物だなという風に感じます。もともとのドリブルの使用感っていうのは半端ないです。本当にこうなんていうんですかね、全てのこう選手の中でもマジでトップレベルのドリブルの使用感があるので、本当に相手がマジで対応できないんですね。それぐらいなんか細かさもありつつスピードでもかわせるので、マジ相手からしたら厄介な、選手には、なりますし、本当にシュートも、決めきることができるのが今作のビニなので、本当前線の選手としては、ほとんどのものを持ってる、ような、選手にはなります。本当チーム2の大目玉の、選手としては、非常に十分かなと
いう風な部分で、非常に強いような選手には、なってます。で、そしてエンクンクですね。SBC できたエンクンク。値段っていう風なところでいくと、少し、高めではあったりとか、なかなか総合値的な部分で、ちょっと、っていう風な思うところはあるんですけど、エンクンク、この89のエンクンク自体はかなりの実力を持っているという風に感じますし、当たり前に S にいてもおかしくはないような、レベルの選手ですね。この人もスキルがもともと5で、逆足が5に変更されて5-5になった選手では、あるんですけど、明らかにトップクラスの、選手。で、この先に92があるっていうような感じになるんで、このエンクンク、89のエンクンクでも、明らかに強いですし、92は相当っていう風な感じには、なります。この選手もね、ほんと中盤から上というか、前線だったり中盤もどこでもできるような、選手にはなりますし、守備もね、意外とできるっていう風なところで、本当に、強いような選手には、なってます。っていう感じで、これがフットバースデーチーム2の、テアリストになります。また、ミニリリースだったりとかが、来ると、全体版として、出したいなという風には思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。